になりやすいと思うので、まあ、そういう意味でもシンプルで綺麗なものっていうのは一応モットーにしてます。幸せを運ぶテントウムシ。ポルトボドルって難しいじゃないですか、店名が。テントウムシのケーキ屋さんって覚えてもらった感じでいいかねって言って。ポルトボドルを気にしてます。初夏の季節限定ですね。一番人気のシュークリーム、上に乗るごまのチュイル、下はシュークリーム、皮、それから釜に入れて焼くのに1時間半ぐらいかかるんで、朝一番のやつは昨日の夜に焼き上げて、これ11時ぐらいから出るやつ。シフォンケーキ。
それは10年目ですかね。10年目って言い方で合ってんだよね。いやー、ちょっと言えないっす。オフレコ。オフレコね。どっか勤めててもすぐ辞めてきちゃうんですよ。あ、はい。渡辺さんが。そうです。シェフと喧嘩したりとかして辞めてきちゃうんで、奥さんがそんなやりたいことがあるんだったら店やればって言われて、店やる運びになりました。よくわかんないですけど。そうですね。こだわりが強くて。一番長い勤続年数になりました。今これがこの2個は待ってる。アプレミディと紅茶のケーキですね。午後の紅茶。アプレミディはもう紅茶のケーキなんでその名前にしてました。素材の名前が入ってないケーキです。フランス語で素材の名前入れてるんで。これはムースオフレーズです。フランス語のものが多いです。でもティラミスとかもやってるんで、イタリアの言葉も入ってますね。ティラミスは多分イタリア語ですね。上に引っ張ってって意味なんで、なんか最初の語源は天にも昇る気持ちとかそういう意味らしいですけど、まあ、直訳すると私を引っ張ってって意味です。そういうのが分かってると、なんかこう作り方も分かるっていうか、引っ張るっていうか、まあ要は軽く持ち上げるっていうイメージなんで、こうどう軽くするかっていうのを考える。フランスで知り合って今に至ります。僕は2年半ぐらいですかね。学校卒業して3年半ぐらい日本で修行して、26とか7ぐらいの時に向こうにあった。技術的な面で言えば多分日本の方がダントツ上で、ただ向こうはその文化として根付いてる歴史が違うんで、
そういうのはいい刺激になりましたね。これは山梨の白鳳っていうものですね。1日週末で100個ぐらいが来るの限界なんだけど、何年前かな、4年くらい前ですかね、テレビに取り上げてもらったので、すごい量出ますね。V6 の坂本君が来てくれたんです。桃を食べに。どうしても生産量に限界がありますよね、手でやってるから。なんかこうやっぱり剥いたらカップにしてきちゃうので、剥いたらすぐこう最後まで仕上げていきたいので。フランス時代は大変でしたね。基本的に厨房での言葉は日本と一緒なので分かるんですけど、それ以外の会話っていうのが全く分かんないんで。結婚式とかでもテントウムシの短歌とかあるじゃないですか。フランスではそうですね。幸せの虫です。製品なんですけど、これにもほらポルトボヌールって幸せを運ぶテントウムシ。結構クローバー、四つ葉のクローバーとテントウムシでセットな感じが。ポルトボヌールって難しいじゃないですか、説明が。テントウムシのケーキ屋さんって覚えてもらった感じでいいかねって言ってテントウムシ大きめにお店の前に。どうしよう、もう多分覚えてもらえないだろうな、ややこしくて。
なんかポルトボヌールを気にしてます。ミルフィーユのパイ。ハリセンの金子さん。あ、そうですね、大変です。なんか美味しそうなフルーツがあると買ってきちゃうので、それをどうにか商品にしないとこっちは生活できないじゃないですか。美味しそうだなって買ってきちゃう。何か使えると思ってもう買ってきちゃうんで、季節でどんどん変わってきますよね、ケーキ。おすすめは聞かれた時には一番売れてるのシュークリームですよって言うんですけど、私は全部好きです。一番選べないですね。電気持ってこないでごめんなさい。焼き菓子4点で。はい。ちなみにたくさんは決まりにして、シュークリームを紙袋の方1つずつ紙袋。はい、わかりました。あ、じゃあね、はい。気をつけてお待ちください。ありありがとうございます。がとうございます。自転車ですよね。外までお待ちしますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ブラングレモンゲーです。卵です。卵白だけ。中にベルガモットの香りが入っています。レモンとライムのクリームでパテして、担当台の中にパテして、前田食品っていう埼玉県産の小麦粉です。地産地消です。
埼玉県産でご評いただいているので、うまく使いこなせてるのかなと思うんですけど、そういう機会がたまたまなんか流れてきた感じで行かせてもらいましたけど、2年間出ましたね。そう、フランス自体が楽しかったですね。日本で7年間仕事してから行ったんですけど、その7年間は起きて仕事して、仕事終わって帰ってご飯食べて寝るみたいな狭い世界にいたなと思うんです。フランスで仕事して労働時間短くて、結構夜パーティーするからおいでよっていう声が毎週のように、パーティーって言ってもただご飯食べるだけですけど、友達ん家になんか20人ぐらい集まっていろんなお話をさせて、日本でなかなかそういう時間が取れてなかったので楽しかったですね。今マドレーヌシャンセすいません。なんか黙々と気難しい職人たちがいるお店になっちゃう。心を出さないように。この上にあんずが乗るので、ちょっとクリーム少なめ。チーズパイもちょうど今だけの季節限定になりますね。ありがとうございます。はい。
はい。あと質問題出てくるって考えてください。ありがとうございます。ね、はい。シュークリームシュークリームを一つ。はい。ありがとうございました。多分こだわりもお客さんがこだわってるよねって思うのが一番いいと思うんですよ。うるさいよってならないですか。嬉しかったエピソード。いやまあそれは単純に買いに来てくれることとかリピートで来てくれることじゃないですかね。まあ美味しかったって言われるのも嬉しいですけど、何も言わずに買いに来てくれる人も嬉しいです。今お店に並んでるビエノワのタルトラバンドアプリコです。ラベンダーのシロップに料理は好きでしたね。日曜の朝早くとか起きて、子供早起きじゃないですか。起きてよくご飯とか作るし、目玉焼きとかハム焼きとかそうなんですけど、だんだんそういうのが増えてきて、なんかだしを使った味噌汁とかっていうようにバリエーションが増えてくる感じでしたけど。ハムエッグとかは幼稚園とかで、だしとかの本だしとか顆粒のを入れてこう味噌汁を作るようになったのは中学生とかですよね。余ったご飯でチャーハンとかそれがすごいかどうかは分かんないですけど、母に食べてもらうよとかですかね。師匠の言葉というか、フランスから帰ってきた時の師匠です。人形町でシュークリーってお店いい言葉だったので、ちょっと自分でプリントアウトして常に心がけてます。過剰になりやすいと思うので、まあ、そういう意味でもシンプルで綺麗なものっていうのは一応モットーにしてます。ラベンダーの香りがついたアプリコットです。水分含有量だと思います。水分の量が多分海外の方がないので、カラッとして、いわゆる洋菓子とかの方には向いてると思います。埼玉県産のいいところはしっとりしてるんで、いわゆるスポンジ系とかには合う。でもクッキー系にはちょっと不向き。でもそこをうまく調整してサクッと仕上がるように作ってる。スフレフロマージュっていうふわふわのチーズケーキです。好きなケーキです。ベスト3には入る。この店の中でエアリー感を守るためのこの卵白の軽さ、ふんわり感がポイントですね。
みんな、そう昨日なんかケーキ屋さん新しいとこ探そうかなと思ってちょうどここでできたから今日ここ目的で来て、今日すぐ帰れないから焼き菓子しか買えなくて、生菓子のラズベリーのやつがめちゃめちゃ美味しそうで次来た時食べたいな。はい、そうですね。子供の誕生日とか記念日の時によく買います。季節のデザートが乗ったタルトのケーキを買ったり、あと今日も買ったんですけどカヌレを買ったり、あとやっぱりシュークリームは一番私も好きでよく買って食べます。はい。いちごのメレンゲ。これ今日の特注が入ってて、パリプレッソっていうフランスの伝統菓子。なんかヒアリングしてこんなイメージでっていうと、あ、じゃあそれでみたいな感じなことが多いですからね。ハッピーバースデー。もう本人がここのシュークリームが好きでっていう、こんな感じで作っちゃいますよ。古い伝統菓子ですよ。昔自転車レースがあって、パリとブレストって、ブレストはノルマンディーの方なんですけど、自転車レースが行われた記念に作られたって言われているケーキです。かっこ諸説ありです。自転車の車輪ですね。これ車輪なんでこう丸く作らないとなんかこんなんじゃ走んねえぞっつって言って昔シェフに怒られたりとか。三角関線取りたいですか？大体喜ぶときは静かに喜べって言われてますから。うるさいと怒られちゃうんですよ。固めれば食べたい。まだ容認してくれるお客さんもいるんですけどね。カスターかなんかしこが普段のシュークリームを小さくしたやつやってます。最高。普通のシュークリームの方が普通の同じを小さくして。もうお喜び、自分でも楽しみ。比べられるのいいですね。
でもやっぱりシュークリームとカヌレが大好きなんですよ。あそうですそうです。ちょっと川口に住んでるんで遠いんですけど、もう他と全然違うんで、遠くても誕生日とか特別な時にはお願いしたい感じで、なんだろう、今回みたいに特別なお願いも相談に乗っていただけるので、今日は本当に楽しみです。はい。ショコラフロマージュ。はい。いらっしゃいませ、こんにちは。すいません。はい。これ美味しいです。そうです。こちら。はい、ではこれが一つずつ入れときます。なんかイメージが。いや、わかんないよ。実は私の分かんない。自分で決まっちゃうから、任せてください。はい、ありがとうございます。ケーキお持ち帰りお時間はかかりますか？ 1時間で。1時間で。はい。